皆さんこんにちは。上級者の方でそんなに難しいことをしていないように見えるのにいつも取り切ってしまうという方、見たことありませんか？なぜなんだろうと疑問に思っていた方、今日の練習でその理由の一つが明確になりますよ。今日は手玉の自然な転がり方を知るという練習です。5分でお話していきますね。具体的な配置はこちらです。的玉の位置はここ、手玉はここからスタートします。徐々に薄くしていきますね。同点は真ん中よりも上目。これでしっかり押すというよりは自然な前回転を与えます。力加減はバンキングより少し強い程度です。1往復から1往復半くらいですね。このショットをするにあたり、まずは手玉がどこに止まったかが気になるかと思いますが、それ以外にも2つのことに注目していただきたいと思います。まず1つ目は手玉のラインですね。特にワンクッション目がどこに入ったかを確認してください。前回転がかかっていても薄い球になればなるほど、的玉で作るラインと手玉で作るラインの分離角が90度に近づいていくのがわかるかと思います。もう一つ注目していただきたいのは手玉の転がる距離です。薄くなればなるほど手玉が転がるということを知識としてご存知の方は多いと思いますが、それをぜひ実感していただきたいんですね。手玉を置く位置がこれだけずれただけでも手玉の転がる量が変わるんだなということがわかると、とても面白いと思います。このショットは大変リスクが少ないショットなんですね。強すぎず弱すぎず同点も無理のないところです。それから手玉に与える自然な前回転は台のコンディションに左右されにくいんですね。ですのでこの突き方と手玉の動きを把握して組み立てに取り入れることでリスクの少ないポジションに大変役に立つんです。特に女性などパワー少なめで取り切りたい方にとっては大変この良さが感じられるようになってくると思います。慣れたら別の配置でも練習してみていただくと、いろんな場面でイメージが湧きやすくなりますね。ちなみにこの練習の成果が一番最初に現れるのはフリーボールの時ではないかと思います。例えばこの配置、8番でフリーボールが回ってきた大チャンスだとしますね。最初の頃は手玉をここに置きたいという方が多いんです。厚い方が入れやすいということもあると思いますが、実は総合的なリスクを考えると上級者の方はほとんどここに置くんですね。先ほどの課題と合わせてやっていただくと分かりますが、ここに置けば先ほどのような同点力加減でついただけで当たり前のようにここに転がってくれるんです。一方で厚めに置いた場合は工夫が必要になりますね。同点も力加減も選ぶ必要があります。ここで大事なのはあくまでできるできないではなくリスクのお話をしているということなんです。先ほどの厚めからのショットもできるかどうかと聞かれたら、もちろん上級者の方はみんなできるんですね。ですが何球も連続で入れるということを考えた時に、その一球一球のリスクに対する考え、積み重ねが結果的に全体の取り切りの確率に直結してくるんですね。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。今日は手玉を自然に転がして取り切るというお話をさせていただきました。ちなみに手玉にたくさん回転をかけるショットは手玉に指令を与えてコントロールしているという感じがして楽しいんですが、今日のように手玉を転がすというショットも手玉の好きに動いていいんだよみたいなね感じがして、手玉と親しい感じがしていいなって思うんです。ですので今日の練習で皆さんも手玉と仲良くなってくださいね。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。